この駅は JR 東日本の新幹線で最も1日の平均乗車人数の少ない駅。一体どこにあるのでしょうか。ここは東京駅。本日はここから JR 東日本の新幹線の駅で最も平均乗車の少ない駅に向かいます。その数平均で75人。題して新幹線の隠れ家駅訪問ということで、早速移動開始。やってきたのは北東北の玄関口、盛岡。この盛岡駅からさらに北に移動します。連結された小町、はやぶさがホームに入線。そして乗り込むのははやぶさ号。盛岡駅から乗車することわずか12分。あっという間に目的地へ到着しました。ここが JR 東日本の新幹線で最も平均乗車の少ない駅。果たしてどんな駅なのでしょうか。はい、ということで無事に目的地の駅に到着しました。早速駅の様子を見てみたいと思います。ホームは2面2線。通過列車を退避するための設備はありません。雪国仕様のためホーム全体がすっぽりと立派な屋根で覆われており、設備としては間違いなく立派な新幹線の駅です。しかしホームの窓から外を眺めてみると、見えるのは小さな街並み。新幹線駅の定番である大きな広告看板もなければ、全国チェーンのビジネスホテルも見当たりません。どうやらこちらの駅は全てのはやぶさ号が止まるわけではないようです。さらにホーム先端近くまで行くと、この新幹線ホームは小さな山の中腹を削るようにして作られていることがわかります。新幹線はスピードを出すために直線的なルートを引く必要があるため、こうした起伏のある地形に無理やり駅をねじ込んだような痕跡が伺えます。そしてこちらの駅なのですが、岩手沼久内駅になります。なんと1日の平均乗車人数は75人というデータになってます。ではここから駅の外に向かいます。キャリーバッグを引く旅行者はおろか、次の列車を待つ人の姿もありません。構内には自動販売機は見当たりません。そして聞こえてくるのは駅の自動案内放送。切符をお取りください。時刻表を確認すると、2時間に1本のローカルダイヤ。東京へ行ける最終便は19時32分発。駅自体の最終列車は22時44分。この岩手沼久内駅は新幹線でいうと一つ盛岡の隣の駅なのですが、かなり盛岡駅とはギャップがあります。このダイヤでは利用客も発車時刻の直前にしかやってこないのでしょう。まずは東口へ出てみます。次の新幹線まで1時間以上あるためか、待合室には誰もいません。そして東口の外に出ると、なかなか衝撃的な光景が広がっていました。駅前なのに建物が一切見当たりません。あるのは20台ほどの車が止まっている駐車場と山肌だけ。先ほど山の中腹に作られたと考察した通り、駅の裏側にあたる東口には開発できる平地そのものが存在しないのです。あまりの静けさに圧倒されつつ、きれいに整理された連絡通路を渡り、今度は反対側の西口へと向かいます。連絡通路を渡り、西口へやってきました。こちらには第三セクター IGR 岩手銀河鉄道の改札があります。先ほどの人数には JR の路線ではない IGR 岩手銀河鉄道の乗車人数は含まれていません。なので歴全体としての数はもう少し多くなります。こちらの施設にはお土産やさらには、地域のイベントを催す場所があったりとか、あとは、JR のレンタカーなどもあるようです。駅には立派な岩手広域交流センターが併設され、ロータリーもきれいに整備されていますが、待機しているタクシーはポツンと1台だけ。こちらの駅前はバスロータリーになっているようです。
9時盛岡方面。9時は三陸だから、八戸まで行って9時線に乗らずに、ここからバスに乗っていくと、結構ショートカットできるのか。こちらは地域の路線バス。この運行ダイヤから見るとコミュニティバスだろうか。曜日に限定はあるが、この本数は日常使いできる本数。ただ、よくよく見ると、終バスが14時台。そして、月曜日も運休という割と変則的な運行ダイヤです。西口駅前は整備されているが、周辺は静かで歩行者は見当たりません。ここでコンビニを検索。駅周辺にはないが、やはり国道沿道を中心にあるようだ。さらに飲食店を検索。結果はこのように。結果を見ると町の経済的中心は駅よりもう少し北側にあるのかもしれない。ここは先ほど検索した時に出てきたお店ですね。めんこい国牛。いやー、食べたいな。さっきでも食べたばっかりなんだよな。ちょっと今回は断念しよう。前方より学生さんが歩いてきます。下校中かな。なぜかほっとします。バス停を発見しました。おそらく駅から次の停留場だと思うんですが、時刻表を確認すると、最近はバス停の時刻表に空白が多い停留所も多いんですが、こちらのバス停は数字が結構多く並んでます。西口にも駐車場が整備され、そのすぐ脇を流れているのは東北第一の大河北上川。この岩手町は北上川の源流の町でもあるのです。この辺りの北上川は川幅は、普通の小さい川という感じですね。ちなみにこの北上川は日本で5番目の長さです。橋を渡ってもうちょっと先まで行ってみよう。川沿いから少し離れるとコインランドリー、コンビニ、ホームセンターにスーパーマーケット。ここは国道沿いではありませんが、商業施設が集まっています。鉄道の駅から国道や幹線道を中心として街の機能が移転していく。日本の地方都市が抱える典型的な姿がここにもありました。ホームセンターにはこのようなものが売ってます。雪国という感じです。はい、ということで駅前の方に戻ってきました。駅前に戻り案内板を確認。案内板を見ると、日本有数のブルーベリーの産地のようです。知らなかったな。この岩手沼区内駅がある岩手郡岩手町は人口およそ1万人の静かな町。国内有数のブルーベリーの産地であり、先ほどの雫石町と同じく十和田八幡平国立公園に隣接する自然豊かな場所です。この交流センターの展望台から街が一望できます。人口1万人の規模を考えれば、新幹線の本数をこれ以上増やすことは現実的ではないでしょう。では、なぜこの場所に多額の費用を使ってまで立派な新幹線の駅を作る必要があったのでしょうか。整備新幹線には並行在来線を JR から経営分離するというルールが背景にあります。JR の路線が第三セクター化され、運賃が上がる。その地元への痛みを伴う見返りとして、この巨大な駅が誘致されたという、日本の鉄道インフラ開発が抱える複雑な歴史の痕跡なのです。そのような歴史を経て誕生した駅ですが、現在の地元の人々の足はどうなっているのでしょうか。ここで改めて在来線の時刻表を確認してみます。盛岡方面と八戸方面で本数に倍以上の差があります。つまりここは完全に盛岡への通勤・通学圏なのです。盛岡までの所要時間は新幹線で12分、在来線で34分。運賃は新幹線の方が500円高いですが、20分早く移動できるメリットは大きいはずです。しかし、いかんせん新幹線の本数が少なすぎます。
日常使いをする地元の人にとっては圧倒的に在来線の方が利用しやすいのは間違いありません。1日75人という現在の利用状況だけを見ると難しい問題です。しかし、この静寂に包まれたホームに立つと、巨大プロジェクトと地域社会が向き合った葛藤の歴史が聞こえてくるような気がします。ぜひ皆さんもこの空気を感じに来てみませんか？